騎士くん、来てくれたんだね。今日はどうしたの？お見舞い。私を？そっか。心配してくれてるんだね。ありがとう。私は大丈夫だよ。すぐに目を覚ますのはちょっと難しいけれど、修復の経過は順調だから。安心してくれたなら私も安心。騎士くんは優しいね。本当に私のことも気にしてくれるなんて。そう、騎士くんは誰にだって優しくしてくれる。だから私を特別扱いしてくれたわけじゃない。本当は勘違いしたいけれど、この期待を抱くのはまだちょっとだけ怖いな。そうだね。ならお話を聞きたいな。今の私は眠っていることしかできないから。わかることはこの城の中のことだけ。私の中にあるミネルヴァの残滓が反応するような世界の異変が起きればその限りじゃないけれど、残滓は残滓、権限は限定的なものだから、私が眠っている間に騎士くんがどんなことをしたのか知りたいな。ありがとう。自由でないことには慣れている。生まれた時からそうだった。それでも騎士くんのことを知ることはできた。喜びも悲しみも苦しさも結んだ絆も、あなたが経験したことのすべてをソルの塔から解き放たれた後ですら、自由はなくても力があった。美空たちに能力を貸し与える程度の力が。でも今はその力すら失われてしまった。この事実を言い訳にするつもりはないけれど、あなたの優しさに甘えたい。勘違いをしない程度に。裏世界。騎士くんの冒険はもうそんなに遠いところまで進んでるんだね。存在くらいは。入り口はこの城のすぐ近くだから、あまり詳しいことはわからないけれど、そもそも騎士くんがいない世界のことなんて知る必要もないけれど、どういうことなのかしら。騎士くんの話ではコピーのアストルムとも違うとても広い世界がいくつもあるそうだけれど、そんなはずは。そしてアルターメイデン。騎士くん、そのアルターメイデンの冒険者たちは頑張っている？そう。騎士くんの迷惑になっていないのならよかった。私の作ったアバターの一部が
どうやら彼女たちの中に残っているようだけれど、だからといって私に似たとは言わないわ。あなたたちはあなたたちの意志で騎士君に救いを求めたのでしょう。気にしているように見えたかな。考えて、ああ、騎士君を勘違いさせちゃった。私はあなたから話を聞きたかっただけで、冒険を羨ましく思ったわけじゃないのに、どうすればいいのかな。違うって言ったら騎士君も嫌な気持ちになるよね。私が騎士君と。騎士君は勘違いしてる。私が興味を持っているのはあなたのことだけ。裏世界のこともアルターメイデンのこともあなたが話してくれたからほんのちょっと気になっただけ。だけど違うよなんてとても言えない。元気になったら。だってあなたが誘ってくれたから。いつか私が元気になったらその時にもう一度声をかけてほしいな。そうして騎士君から冒険に誘ってもらえるなんて思わなかった。今の私は無力。自力で目覚めることはおろか、この夢の中に騎士君を閉じ込めておくことだってできない。つくづく思い知らされる。私には何もないのだと。自由もなく力もない。生まれた意味すらもない。挙句の果てに生きる目的すらも失ったまま、騎士君と私だけのエリュシオ。そこに至ることはもう望めない。できることならこのまま永遠に眠っていたかった。二度と目覚めることなく、ただ誰にも気づかれることなく、この世界の終わりとともに消え去りたかった。それなのにもう一度出会ってしまった。もう一度出会えてしまった。あなたとこうして。その事実が私の心に焼き付いている。だからもしあなたが私と冒険に出ることを望んでくれるのなら、その思いに応えるために生きてみてもいいのかもしれない。ねえ騎士君、もっとお話を聞かせて。どんなことでもいいからね。これまで何度も何度もこの街を見てきた。けれど騎士君と一緒に歩くと知らない風景がいくつも現れる。私はこの街に立っているのね。
体調は大丈夫だよ。前よりも良くなってきたから。今、悪いことを思っちゃった。騎士くんが私を心配してくれて嬉しい、なんて。騎士くんと二人だけの世界で永遠の時を生きる。それだけが私の存在する理由で希望だった。だけれど、それは叶わなかった。なのに、私はこうして未だ存在している。消え去ることもなく、こうしてあなたの前に立ち、あなたと同じ風景を目の当たりにしている。私が望んだものとはかけ離れているけれど、それでも感じてしまうの。心が満たされていくのを。この瞬間が永遠と呼ぶには儚いものであったとしても。つい忘れていたけれど、城の外はこんな風になっていたんだね。とても広くて明るい。騎士くん、どうしたの？急にしゃがんで。雪を？あ、うん、冷たいね。考えてみれば、この世界のものに触れたことは数えるほどだったかもしれない。ソルの塔に幽閉されていた頃は言うまでもなく、黒バラの城でさえ大半を夢の中で過ごしていた。外出するのは目障りな障害を排除することが目的で、それ以外に意識を向ける余裕などはなかった。こんな雪は冷たいものという常識にすら触れることができていなかった。余裕か。エリュシオンを失った代わりに得られたものと呼ぶにはとても釣り合わないわね。なんだか急にゾワゾワし、くしっ、今のはくしゃみ。私が私の顔見てないよね。くしゃみはしたことがないから、きっと変になってると思うの。だから騎士くんには見られたくなくて。本当に騎士くんがそう言ってくれるなら信じるね。さすがに薄着すぎたのかも。これまでは魔法を使って暑さも寒さも無視していたから、気温を気にしたこともなかった。雪が積もっているのであれば相応に気温は低くなっている。そんな常識理解していたはずなのに、本当に不必要ね。寒さに身を震わせる余裕なんてものは。騎士くん、いいの？あり
貸してもらうね。大丈夫。もう少しだけこうさせてほしい。岸くんのおかげで寒いのも平気だから。あったかい。外の世界は大変だね。天候や地域に合わせた準備が必要だから。でも岸くんはそういうのに慣れてるのかな。冒険の前はいつも買い出ししてるよね。ログで見ていたから。岸くんが準備をしっかりしようとしてたことも知ってるよ。記憶を失ったばかりの頃はそうでもなかったけれど。大丈夫だよ。岸くんはいつだって岸くんのままだったから。でも気になるのなら教えてあげられるよ。私が見てきた岸くんのことを全部覚えているから、どんなことでも答えられると思う。知りたい？面白かったところ？それならあるよ。思い出すだけで笑っちゃうようなこと。それはね、こんな感じかな。どうだった？よかった。自分のことを勝手に知られていて嫌かなって少し心配になったから。見ていることしかできなかったから。でもそれももうおしまい。ミネルヴァから離れてしまった今、私はログを見ることができない。あなたが傷ついていくところを見せつけられなくなったことだけは良かったけれど、でもその代わりあなたの喜びも知ることができなくなった。だから今の私には岸くんが話してくれることだけが全てなの。あなたが口にしてくれることだけが。そうだね。一緒にいれば岸くんの気持ちはもちろん嬉しいよ。でもどうすればいいのかな。岸くんは嫌がると思うけれど、あなたと二人だけで生きていくことだけが私のたった一つの願いだったの。たとえ世界が滅びようともその願いも果たせなくて、前のような力もなくなって、そんな私に何ができるのか自分でもわからなくて。探しに、目的を探しに行くの？いいのかな、そんなことをしても。そうなんだ。そっか。思いつきもしなかった。目的もなくただ動くだなんて。これまでは限られた時間の中で行動するしかなかった。願いを叶えるには一秒たりとも無駄なことをしている余裕はなかった。今はその余裕があるということ。いえ、
余裕というよりも、むしろこれは自由か、考えてみるね。肩の力を抜くにはまだ時間がかかりそう。きっと騎士くんと二人きりなら別なのに。騎士くんはここに来るのは初めてじゃないよね。わかってる。絆を結ぶところを何度も見てきたから。それでも今は私だけを、どうか私だけを。人が多いね。テミス銀嶺に比べるとちょっとざわざわしているけれど大丈夫だよ。その分気温は暖かいし舗装されていて歩きやすいから。ありがとう騎士くん、私のことを気遣ってくれて。それじゃあお散歩しようか。ランドソル、この世界における騎士くんの活動の拠点。知らない街ではない。数えきれないほどログで目にしてきた。とはいえこうして歩くのは初めて。何も思うところがないというわけではない。私が閉じ込められていたソルの塔からここはあまりに近くて同時に遠い場所だった。この街の至るところに騎士くんの痕跡がある。あなたが私以外の誰かと絆を深めていった痕跡が、それに私たちの再会の痕跡も。あの時とは随分と状況が変わってしまったけれど、そうでもなければ今騎士くんとここにいることはできなかった。私の願いが果たされていればここ一面は破壊と炎に飲まれていたのだから。そのこともまた事実。この事実をどう受け止めればいいのか悩ましい。ただ楽しそうな騎士くんを間近で見ていられることだけは嬉しいと思える。今の私にはそれで十分。ごめんね騎士くん、もう少しだけ注文を待ってくれる？ありがとう。しかしどうするべきか。過去騎士くんがこの店を訪れた際に注文した品、気に入った様子を見せていた品、そのどれも把握している。当然ここは同じものを選び後追いでも感覚を共有しておきたい。
だからといってこの場でその全てを注文することは現実的ではない。最もふさわしいものを選択する必要がある。今日はこれからも一緒に過ごすのだから、匂いが強いものは避けたい。それから口を大きく開く必要があるものも、量が多すぎるものもやめておこう。行動に支障をきたす恐れがある。そもそも私の肉体はどれだけのエネルギーを必要としているのだろう。潤沢な魔力は少し工夫するだけで飢えと渇きを忘れさせる。そしてミネルヴァが用意した修復の装置にもエネルギーが満ちていた。以前も今も私は空腹を感じたことがない。空腹を知らない以上、憶測で動くことは危険。ここは飲み物のみに留めておくのがいいだろう。しかし飲み物に限ってもなお選択肢が多い。ならば岸君のおすすめはどれかな。飲み物だけでいいのだけれど。おいしいと感じている。きっとこの感覚は正しい。岸君のおすすめなのだから間違いない。その紅茶を選ぶなんてなかなかお目が高いですわね。うん。少々お邪魔しますわ。よいしょっと。ごきげんよう、麗しいお姉様。子供、どこかで会ったかしら。はじめましてですわ。どうかそんなに身構えないでくださいまし。敵意はない。魔力も感じられない。メタモルレグナントの変装というわけでもなさそうね。ただのヒューマンの子供か。突然お声掛けして申し訳ありません。ただお姉様たちのご様子を見ていて、少しだけおせっかいをしたくなってしまいまして。おせっかい？お姉様、あなたは恋をされていますわね。私にはわかりますの。敬愛する祖父から教えを受けていますので。孫に妙なことを吹き込む祖父がいたものね。妙なことだなんてとんでもありませんわ、おじい様。ごふん、祖父はランドソルの愛の使者ですの。ですから孫の私も皆様の愛と恋を応援していますのよ。それで失礼ながらお姉様たちのご様子を拝見させていただきました。そしてはっきりと感じたのです。恋のつぼみの気配を。ませた子供ね。他人の関係に口を出すのはやめておきなさい。向こうでココアでも飲んでおくことね。お気を悪くされたのなら謝りますわ。ですがどうしても気になってしまいましたの。お姉様からは深い愛と同時に恋を恐れているような複雑な思いを感じたものですから。知ったようなことを。祖父はこう言っていましたわ。瞳を閉じていてもバラの香りは消せない。愛はそれと同じ。一度咲いた愛の花をなかったことにはできないと。大したことを言うのね、あなたの祖父は。お褒めの言葉ありがとうございます。きっと祖父も喜びますわ。たとえ過去にどんなことをしていても、どれほど相手を傷つけてしまったとしても、その言葉は当てはまるとあなたの祖父は言っていたの。少々お
待ちくださいまし。思い出しますわ。思い出しましたわ。祖父はこう言っていました。赤いバラも黒いバラも、バラはバラ。そして愛は愛。互いを思いやる気持ちがあれば、バラは必ず咲き誇る。と。ですから、つぼみが花開くかどうかは、お姉様の心次第かと。お役に立てましたかしら？私の心次第。そう、悪くはなかったわ。それは何よりです。あら？今入り口に人影が。あれは我が麗しの孫娘、お迎えに参りましたよ。おじい様、すぐに参りますわ。お姉様、あなたの恋が実ることをお祈りしています。ごきげんよう。随分と待たせてしまいましたね。用事が手間取ってしまって。寂しくはありませんでしたか？ちっとも。私もおじい様のように愛の使者をしていましたから。それは素晴らしいことをしましたね。ではまずバラを求めに行きましょうか。あなたの行動と未来の恋人たちのために。あの男、いつかのログの中で見たような。岸君、待ってないよ。知り合いじゃないよ。事情も知らないただの第三者。何でもないよ。気にしないで。ねえ、岸君。この後のことだけれど、私が行きたいところに行ってみてもいいかな。実は気になっている店がランドソルにはいくつかあって。ありがとう。別にあの子供の言葉に影響されたわけではないけれど、岸君は私と過ごす時間を求めてくれている。思い出を増やそうとしてくれている。岸君は私たちの未来を見てくれている。それなら私も同じように踏み出さないと。岸君のことを知るには自分たちで増やしていくしかないのだから。そう、二人の思い出を。それじゃあ行こうか。ついてきて、岸君。岸君と冒険に出ると、時折嫌な考えが浮かぶの。この時間がいつまでも続けばいいのにという、私を苦しめ続けていた忌むべき呪いへの共感を。すべてを忘れてしまうには少しだけ遅すぎたのかも。私の心も体も変わりすぎて世界には傷が残った。だけれどあなたさえいてくれるのなら私は。
どれだけ力が戻ってきたとしても、かつて望んでいたようなエリュシオンは生み出せない。そのことは私自身が最もよくわかっている。それでも望んでしまうの。どれだけこの世界で過ごす日々が穏やかだとしても、あなたと私だけ二人きりの永遠の世界を。騎士君に拒まれても構わない。私が望んでしまうことをどうか許してほしいの。そしていつかあなたに届くと、そう夢見ることも。来たね。ありがとう、騎士君。光のせいよ。今日はこんなところでいいかな、騎士君。わかった。戻すね。よし。ここは私の設定した仮想領域。夢の中だから、いくらでもオブジェクトは変えられるよ。地形も魔物の配置も好きなだけ。今の私にできる戦い方を確認する試験場としては、これで十分。ただ、騎士君からもらう力は、外じゃないと、やっぱり、物足りないかな。うん。楽しみにしてる。騎士君と一緒に冒険に出れば、思い出もデータも増やせる。そうすれば、いつだって、夢の中で再現できる。私のところに来てくれれば、どこにだって行けるよ。あ、でも、本当はね、どうしても行けないところもあるのだけれど。それは、いや、もしかしたら、ログの断片を拾い集めれば可能？正確かどうかはわからないけれど、再現できるかもしれない。騎士君、試してみてもいい？ありがとう。それじゃあ、やってみるね。リプリケイト。現実のつもり、うまくできてる？騎士君、どうしたの？頭が痛いの？騎士君、これは拒否反応。容易に現実を認識しないようにするための。騎士君は現実について十分に知っているはず。それなのに、再現された風景を目の当たりにするだけで、ここまで。いくら認識していたとしても、それを上回る過剰なアップデートを受けてしまうということ。認識のアップデート。それは再構築の際、いつまでも冒険を続けたいという草野結衣の願いを叶えるために追加されたプログラムのはず。今もそれは強固に残っている。しかもあの時とは
どこか違う思考性のようなものを感じる。あるいは何かの意志。それにしても夢の中で眠ってしまうなんて。私の力が回復していなければきっとすぐにでも夢の外に弾き出されていた。岸君が目を覚ましたらどうなっているのかしら。時折あのガイド妖精が岸君に現実の夢を見せていることは把握している。もしも今の状況がそれに近いのだとすれば始められるかもしれない。二人の最初から。あ、目が覚めた。ごめんね、勝手に膝枕しちゃって。寝苦しそうだったから。覚えてない？いいよ。あの時とは何もかもが違うから。それじゃあ初めましてから始めようか。初めまして。私はエリスのままでいいの？かりそめとはいえこちらで岸君と過ごせるのに。実は思い出せないの、自分の名前を。だからあなたが呼びたい名前で私のことを呼んでほしいな。ありがとう。嘘ついちゃった。ごめんね、岸君。でも今だけだから許して。それであなたの名前は？覚えたよ。よろしくね。私この町には詳しくないの。だから案内してもらえないかな。その中で私の名前も考えてくれると嬉しいな。椿ヶ丘高校。そっか、あなたはその高校に通ってるんだね。学校は楽しい？もっと聞かせて、あなたのことを。もっと。草野結の名前が出る恐れはあるけれど、現実の岸君のことを深く知る絶好の機会。そうだね、どこかのお店で。しまった。全ての建物のデータがあるわけではない。見てくれは繕ったものの、内部は伽藍堂な建物はいくつもある。失念していた。もしも岸君が選んだ店がそのハリボテだとしたら、認識との矛盾を起こしてこの夢が終わってしまうかもしれない。それは避けなければならない。ねえ、お店よりもっといいところがあるって聞いたの。そこに行ってみよう。素敵な場所だね。聞いていた通り、建物や飲食物に比べ植物のデータは潤沢。アストロムの植生のサンプルにしていたのだろう。ここであれば大半の歪みは対応できる。好きなのかな、わからない。知識はあるけれど
詳しい子？きっと私の方が詳しいよ。私なら学名から分布、花言葉だってわかる。例えばこれは思い草、シオンの花。そう、あの時草の結に踏みにじられた。私と騎士君だけのエリュシオンにも咲いていた。これだけじゃない。ここにあるすべての植物を教えられる。あなたの知識を塗り替えてあげる。すっかり遅くなっちゃったね。本当はもう少しだけこの時間を過ごしていたいけれど、今の私ではこれ以上は再現を保てない。今日はありがとう。とっても楽しかった。会えるよ。あなたが望んでくれるのならいつだって。それじゃあまたね。心残りがないとは言えない。騎士君に私の名前を呼んでもらえなかった。でもそれは次に取っておこう。騎士君ならきっと覚えていてくれるはずだから。今のもしかしてシオン、エリ？私はシオン、エリ。あなたがそう呼んでくれたから、今日から私の名前はおはよう、騎士君。気にしないで。私には現実で過ごす肉体はない。あなたと触れ合うにはこの作り物の世界でしかできない。私があなたと結ばれるにはこの世界でしか成し得ない。どれだけ憎もうとも疎んじようとも、このレジェンド・オブ・アストルムという牢獄の中でしか。だけれどもらえた。あなたが私だけに考えてくれたものを、シオン・エリ。この名前だけは誰にも奪われることはない。たとえ現実の肉体がなく、いずれ消えゆくデータだとしても、この贈り物だけは。いいよ、謝らないで。やっぱり私はあなたのことが好き。大好きなの。諦めることなんてできないの。たとえまた叶わないとしても、許されないとしても、最後には絶望すらしてしまうとしても、それでももう一度だけあなたに恋をしてみたい。